皆様こんにちは、みえちゃんです。今日もね、お茶でも飲みながら気楽なタッチでいきますのでよろしくお願いします。なんかね、うまく伝えられないこともあると思いますのでね、もしそこはそうじゃないんじゃないとかね、私はこう思うって言ったことがありましたらね、いつでもコメントにてお知らせいただければ嬉しいです。今日はね、いよいよ風さんの名作「帰ろう」についてです。これは2020年の曲ですかね。この曲はね、いろんな解釈できると思いますけど、どっちに転んでもね、テーマは生と死っていうテーマだと思うんですね。でまあね、生死の問題ね、禅なんかでは生死と書いて生死って読みますけど、この生死の問題はね、人生でねやっぱり一番重大な問題ですよね。健康な時はね死をね意識しませんけどね、この回路に寄せられたねコメントを見ると今ね病気やがんで治療中の人とかね肉親なくされた方がこの曲を聴いて感銘を受けてらっしゃる様子が分かりますよね。もうなんかね涙なしでは読めないですよね。私もね亡くなった主人がねやっぱりがんで5年闘病してたんですね。なのでその経験もありますし、あと私自身もね進行性の難病を患ってるのですごくよくわかるんですね。なんかいつどうなるかわからないっていうのでそれもちょっとスリリングでいいってまあこういうわけなんですけど、風さん自身もねこの曲にはね思い入れがね深かったようで、英語でのねコメントでね、なんかご自身でもねこの曲をリリースするまでは死ねないなんてね思ってたとお話しされてますよね。そしてねハッピーに死ぬためにはどう生きたらいいかねということがテーマになっているとおっしゃってますね。でねそのことについてはねまだストラグリングってもがいてる最中だって言ってますね。だからまだ生きてるんだと言ってます。ですからね回廊以降ねその死生観がねまだ変化しつつあるっていうこともまあ可能性としてはねあると思いますね。それはね同じようなねちょっとこの生死問題についてがテーマに思えるね満ちていくではさらにねなんか昇華されてるようにね私は感じますね。で今日はねまだそのなんていうかね ING で模索中であったね2020年の時点でのね帰ろうの時点での風さんの死生観やね、あとさらにねそれを掘り下げて私がまあインドの哲学とかね東洋哲学とか禅などから学んだことをね重ね合わせてお話ししていこうかなと思います。風さん自身もねの思想というかね信仰というかそれも明らかにねインド哲学とか禅に通じるものなんですよね。なんてなんか難しいこと言っちゃってますけど全然そんな難しくないですから簡単なことなんですよ。うん、結論から言うとね人間は死なないし生も死もないっていうことなんですよ。それが分かるとね本当に解放されます。その証拠というかね説明をこれからね風さんの歌詞を味わいながら皆さんと一緒に考えていきたいと思います。まずね「あなたは夕日に溶けて
このね出だしの声が素敵ですよね。私は夜明けに消えてもう二度と交わらないのなら、それが運命だね。あなたは明かり灯して、私は光求めて。怖くはない、失うものなどない。最初から何も持ってない。この明かりとね光っていうのがね、これが微妙にねこうなんていうのかな、すごいですね、ニュアンスがね。ここでね、あなたは夕日に溶けてっていうのはね、ある人物がね夕日を背にして立ってる様子がね、なんかありありと浮かびますよね。それに対して私は夜明けに消える。つまりこれはこれからね世を去ろうとしている人の言葉に聞こえますよね。で続いてあなたは明かりを灯す。これはね帰宅っていうかね、家に帰ってきたことをなんか暗示してますよね。なんか会社からね夕日を浴びて帰ってきてね、明かりを灯す人物、つまり生活している生きている人っていうことですよね。で一方で光を求めている、これからなくなるこの光って何でしょうね。天の光ですかね。これからなくなる人はもうその光を求めて、もう全てを受け入れて世を去る準備ができている段階で、これはね風さん自身がこの世を去る時にねこうありたいという理想のね形でもあるように思いますね。でここの明かりと光、明かり灯してと光求めてのところで微妙にね、私下手なんだけどピアノでねこの和音を弾くと微妙にねこう違うんですね。その違いが素晴らしいんですよ。失うものは何もない。もう全ての執着を切ってね、もう丸裸で生まれてきた時のようにね、何にも持ってないからね。でそれからここでねちょっと場面が変わるんですね。それじゃまたね、少年の瞳は汚れ、5時の鐘は鳴り響けどもう聞こえない。これ不思議な歌詞ですよね。瞳の汚れた少年って何でしょうね。これはね多分子供がね5時の鐘が鳴ったから友達と別れてバイバイってやってる光景がなんか浮かびますよね。多分ねかつてはね純粋無垢だった子供の自分が成長してね大人になって世間の荒波に揉まれてね、気づいたらもう人生の5時の鐘が鳴ってしまっているのに気づかない。つまりね人生の半ばも過ぎようとしてるのにまだね帰らない子供みたいに何かに気づかない、ね、その何かっていうのは死ですね。イコール帰るですね。帰ることですね。人はね生きてる時はね死のことを考えないようにしてるんですね。無意識に死を怖がってるんです。なぜならね経験できない未知のものだからね。誰も一回死んだっていう人いませんよね。まあ時々生き返ってきたっていう人いるけど、あれは結局は本当に死んでなかったってことだと思いますよ。でねそれはねまだ遠い先のことだと思ってるし、人間は知らないものをね怖がるんですね。でそこから逃避するんですよ、一生懸命ね。でもね梶さんは普段からね死について考えなくてはいけないって言ってるように思いますね。いつかね何も持たずに死んでいくね、そのことをね常に頭にね入れておけばよりよくね生きられるようになるよって言ってるんですね。これはね大昔のねラテン語のメメントモリっていうんですね。カタカナでメメントモリね、字幕が出てますので
それ見ていただけると分かるんですが、これ英語で言うとね、メメントはこれは remember のことかな、よく知らないけど多分そうだと思う。でモリは多分死ですね、death ですね。だから remember death というのかな。ローマ時代の言葉だったかな、よく分かんない。常にね死のことをね忘れるなってことですね。なんかね禅のお坊さんの修行ではね、寝る前にねなんかね鐘か太鼓じゃないだろうな、なんかよく知らないけど鐘みたいなものをじゃんじゃん鳴らしてね、それで急げ急げ死ぬ前にね早く悟りなさい、じゃないともう死んじゃうよって言うんだそうですよ。寝ようとするためにねそんなことされるたまったものじゃないと思いますけど、なんかそんなことするらしいんですね。私はね同い年のいとこがいたんですけどね、4歳の時に亡くなっちゃったんですね。で私はねそれをねそれ以降ずっとね今日までね、なんであの子は亡くなって私は生きてるんだろうってね考えて成長したんですよ。それでね小学校1年の時おじいちゃんがね亡くなっちゃったんですね。でねずっとねおじいちゃんの死に顔とか見てずっと死のことを考えてね生きてきたんですね。だから小学校の時はね結構ね暗い子供だったんですよ。なんか大人になってからなんかどういうわけか知らないけどつけっぱなしの電気みたいになっちゃったんですけど、不思議なものでね死のことを考えるっていうのはね今がめっちゃくちゃ大事になるんですよ。なるべくね楽しくしようと思うようになるんですね。死に直面してるからこそ今をね大事に生きられるんですね。これはね決してね死のことを考えてね先のことを考えて不安になったりすることとは全く違うんですよ。ですからね禅でもね私の好きなクリシュナムルティもね日々死んでしまえって言ってるんですよ。毎日ね過去に対して死ねばもう日々ね新しい気持ちで生まれ変わったようにね大事に生きられると。祭りのところでね言いましたけど時間はないんですよ。もうこの瞬間瞬間しかないんですね。だから実際私たち毎春毎春死んでるんですよ。死んでまた生まれて死んでまた生まれて、それの繰り返し、瞬間瞬間そうなってるんですね。ああ全て忘れて帰ろう、ああ全て流して帰ろう、あの傷はうずけどこの渇き言えねど、もうどうでもいいの吹き飛ばそう。やっぱりねいろんな後悔っていうのはありますよね。でも土壇場になったらもうそんなの吹き飛ばすしかないですね。爽やかな風と帰ろう、優しく降る雨と帰ろうね。最後に自然が優しく迎えてくれますね。自分もね自然の一部だったって分かるときにね、もう人間はもう大宇宙そのものなんですね。憎み合いの果てに何が生まれるの、私が先に忘れようねというようにね生きてるうちにいつかね死ぬっていうことに気づいてねお互いにね愛で仲良く生きようっていう考えにつながるんですね。毎日夫婦喧嘩してもね相手もねもうそのうちいつかね亡くなるんだってことを思えばね、10回する喧嘩がね5回ぐらいに減ったりするんですね。でここでね私のいない世界を上から眺めていてもね何一つ変わらず回るから少し背中が軽くなったっていうのが出てきますけど、なんかちょっとねこれ幽体離脱のようなねこう魂が抜け出てねこう空にね浮かんでるような感じを受けますよね。こういう話好きな人多いでしょ。私もねかつて好きだったんですよ。それでね魂っていうものがねあるのかないのかね、ブッダはねお釈迦様はあるともないとも言ってないんですね。
で私もねそれはあるかもしれないしないかもしれないって思ってます。で以前はねこだわってましたけど、今はもうそれはどうでもいいと思ってるんですね。なぜなら本当の自分に気づいたからなんですね。けれどもね、魂があるってする人たちのね考えを聞いてみるとね、いわゆるねスピリチュアリズムっていうのがあってね、これまだたった150年ぐらいの歴史しかないんですけど、いわゆる霊魂、この体と重なってね、なんていうんですか、アストラル体とかね、なんとか体っていうのがあって、それが魂だっていうんですね。江原圭介さんとかね、テレビ出てたふっくらした人ね、あの人とか言ってますけど、まあその前にも神知学っていうのがあったんですね。シュタイナーとかね、あとグノーシスっていうのがあって、モナドっていう考えがあってね、まあそんなの話すと大変だから、まあ愛する人がね亡くなったらね、幽霊でもいいから出てきてほしい、また会いたいっていう気持ちはねすごくわかりますよ。ゴーストっていうね映画もありましたね。あれいい映画だったね。魂があるとすればね、要するにそれは目に見えない科学的に証明されてないけれども物質としてあるということですよね。一種のね、この辺りね話していくとあさってになっちゃうのでかいつまんで話しますけれども、結論から言うとね、それもね自我の延長に過ぎないんですね。インド哲学ではね魂みたいな概念はちょっとニュアンス違うけどあるんですよね、カルマとかね。ただしそれは宇宙と一体になった真我としてあるんですね。ロジャー・ペンローズっていうね天才の物理学者いるんですけど、その人はねなんか脳に意識みたいな記憶みたいなそれは物質だっていうんですね。で人間が死ぬと脳からその意識みたいのがね物質として宇宙に放出されてそれが永遠に宇宙にとどまるって言ってるんですよ。それで生まれ変わりの時に誰かの体にそれがまたくっついていくなんていうことを言ってるんですけど、どうですかね、分かんないけど世界中の科学者からもなんか批判されちゃったんですね、それ言っちゃったらね。まあ本当のことは分かりませんけど、人間はね自分はこの肉体だって信じきてるんですよね、この体だってね。でこの体がねなくなるっていうことが怖いんですよ。それでねずっと存続するものを望むんですね。永久に変わらないもの、それが霊魂なんですね。だからねそれはあるかもしれないしないかもしれないんで、どっちにしてもそれ自我の延長なんですね。体が自分だっていう考えの延長なんですよ。でこの霊の話っていうのはねオカルトになるのでまた別の機会にね、でそういうのはまあどっちかわからないけど死んでからのお楽しみっていうことではい。でね次いきますね。それじゃあまたね、国道沿い前で別れ。これもねなんかね可愛い小学生がね学校帰りの風景につながってね、また明日ねなんてね会えるような感じでバイバイって言ってる感じですよね。でそんな感じで死んでいくとねいうことなんでしょうね。さらっとね。続く街の喧騒、尻目に一人で行く、くださいくださいばっかで何もあげられなかったね。生きてきた意味なんかわからないままね。つまり死のことを考えずに生きてくると後悔するんですね。あの時もっと優しくしてあげればよかったってね。私も去年可愛がってたね猫ちゃん亡くしちゃって、ああしてやればよかった、こうしてやればよかったですよ。もうね、ああ全て与えて帰ろう、ああ何も持たずに帰ろう、与えられるものこそ与えられたもの、
ありがとうって胸を張ろう。ね、ほんとそうですね。これは生きてるうちにね、心がけておきたいことをね、歌ってますね。もう何にも望まなければ与えられるんですね。本当に与えるってことは自分に与えてるのと同じなんですね。人に与えるってことはね。待ってるからさあもう帰ろう。幸せ絶えぬ場所帰ろう。ねえ、まずここで言ってる帰ろうってどこへ帰るんでしょうかね。ここで言ってる帰ろうっていうのは死んでいくことなんですけど、私がねこれまでいろいろね考えて勉強して納得してきた観点から言いますと、どこへも帰らないんですよ。ずっとここにいるんですよ。はい。実はね、生も死もないんですね。で、っておっしゃるかもしれませんので、その理由をこれから3つお話しします。まずね、1つ目の理由ですけど、一休さんっているでしょ。突然ですが、昔のねとんちの一休さんですね。昔の禅のお坊さんです。実に面白い人だったんですね。でこの一休禅師ね、こんな言葉残してるんですよ。今死んだ、どこへも行かぬ、ここにおる。尋ねはするな、物は言わぬぞ。って言ってんですね。これ今の言葉にすると、今死んじゃったよ。でもここにいるよ。だけど何にも聞かないでね。だって返事はできないもんって感じですかね。これなんですよ。魂となってね、霊界とかへ行ってしまうわけじゃないんですね。この一つのね、この大きな私、禅では仏無自本来の自分とか言いますね。ヒンズー教では真我なんて言いますが、それです。いつも言ってるワンネスの世界ですね。肉体は消えますけど、本当の自分は不滅なんですね。ここでね言うね、本当の自分っていうのがね、まだわからない人のためにもう一回説明しますと、それはちょうどね、本当の自分っていうのは海みたいなもんなんです。海、オーシャンですね。でね、海ってほら風とか吹いたり波ができるでしょ。で特に波打ち際なんかね、泡がいっぱいできますよね。海の泡からヴィーナス生まれたなんて言いますけどね、泡はね後からできては消えできては消えしますよね。泡が私たちであり、あなたでありね、あの人であり、犬や猫であり、雲やね、全てなんですよ。この宇宙にあるもの全てね、このウィンディーちゃんでありね、あら眼鏡が外れちゃった、ウィンディーちゃんでありね、で全てですね。で海の泡がね弾けてこうなくなっても海はそのままですよね。海のその泡が私たちだから、要するに泡って弾けてもまた海に戻りますよね。だから海が本当の私たちなんですよ。祭りの時に言った白隠さんの水と氷と同じことなんですよね。でその海を動かしているものが神っていうかね、神っていう言葉もちょっとあれなんだけれど、ひげ生やしたおじいさんとかじゃなくってね、果てしないもののわからないものですね。それが動かしてるんですね。海そのものって言ってもいいですね、神が。でね、たとえ魂があるとしてもね、究極の真実はこのワンネスなんですね。一つに帰っていくんですね。でずっとそばにいるんです。この大きな私の中で生きてるんですね。それがね、それでも体がなくなるのは怖いっていう人にはね、第2の理由としてね、科学的な観点から説明しますね。この体とかね、この物質ね、
全てね中身ないスカスカなんですよ。こう硬いように思うけどね、この机とかね、この質感はね人間の感覚がそうなってるんです。脳がそういうふうに見せてるんですね。でね、事実は何かっていうと、あらゆるこのものはエネルギーでしかないんですよ。エネルギーなんです、全部。学校で習ったでしょ、このね物質を究極まで小さくしていくと原子になりますよね。原子っていうのがあって、その原子の周りをこう電子がぐる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 回ってるっていうふうに学校で習いますよね。そのね電子とね原子の大きさのね比較をしてますよね。知らない人いるかな。例えばね原子がそうね、どうやって言おうかな。例えばね、この前の日産スタジアムに私が幸運にも見に行けたとしますね。それで風さんが出てくるまで待ちきれなくてね、まあ手持ち無沙汰だからね、のど飴でも舐めて待ってよと。で飴をね口に放り込んだその途端に客席に風さんが現れた。思わず「あー!」って叫んで、その途端にね、私のことだからやりかねないと思うけどね、口から飴がポンって飛び出しちゃって地面にポトリと落ちたとしますね。その飴がね電子で、日産スタジアムが原子なんですよ。はい、そのぐらい全てのね物質はスカスカなんですよ。スカスカ。特に私の頭、スカスカに見えないのはね、こうあるでしょ。スカスカもうスカスカなんですよ、これみたいにね。だけど電子がねものすごいこうやってね早く動いてるからなんだそうです。こうやって早く動かすとなんとなく面に見えませんか。ちょうどほら飛行機のプロペラ思い浮かべてください。これすごいスピードで回ると面に見えますよね。だからああいうふうにねなってるから、これがこう個体として見えるそうなんですね。でね、そのことをねもう禅とかねブッダはねもう1,000年も2,000年も前に見抜いてたんですよね。つまりこういうものはもう全部実体がない、もう全然実体がない、つまり空っていうことです。はい。でね、脳が勝手にそういうふうにねこれ個体として見せてるっていうことはもう科学的にも証明されてるんですね。で全てのものはだからこの瞬間にも瞬間瞬間変化してってる、もうエネルギーが躍動してるだけなんです。でたった一つの大きなねものが、大きな計り知れないもの、それが本当の自分なんですけど、宇宙のエネルギーでもう躍動してる、もう宇宙そのもの。一番小さい素粒子って言われてるねニュートリノですか。ニュートリノっていうのをねなんかもう毎日ね宇宙から降り注いでてね、もうこの体貫通してるそうですよ。毎日浴びてるんですよみんなねえ、だから私たちはもう宇宙エネルギーそのものなんですね。ただそれが体とか物に見えちゃうってだけなんですね。それでも納得できないっていう人のために3つ目の理由に入りますね。生も死もないっていう。そうは言ってもね、体が生まれて成長して死ぬように見えるじゃんっていう人いますよね。でも本当にそうでしょうかね。どこがね誕生でどこが死って境目なんかあるでしょうかね。ないんですよ。例えばね医学的にはね心臓が止まって呼吸が止まって死とね医学的には言ってますけれど、亡くなっても爪とか髪の毛伸びるんですよね。だから移植の時の死の判定も難しいでしょ。脳死とかね。あと誕生もねいつが本当に命が生まれたなんて到底わからないですよ。卵子ができた時、それとも卵子だっていつできた、卵子と精子が合体した時、
それともお腹にいる時、あと桃太郎みたいにねパッと出てきた時、はっきりしないんですよ。だから誕生も死もね頭の中のことでしかないんですね。こうなんていうのか、変化があるだけ。これも全て今刻々と変化してますよ、全てのものね。これ全部執着ね執着、こういう、変化してる、エネルギーが変化してるだけの、エネルギーで動いてて変化してるだけなんですよ。だからね、誕生も死も頭の中のことでしかなくて、だから結論として生も死もないってことは、一つ目には自分はこの体ではない、宇宙全体の一つの永遠のエネルギーであるということですね。海の泡と同じである。で2番目は物理学的にも体っていう固定された実体はないっていうことがもう証明されてます。はい、スカスカです。皆さんスカスカ。はい。で3番目は生と死はない、ただ状態の変化があるだけっていうことなんですよ。ねえ。それ最後のね、ああ今日からどう生きていこう、ありますね。ここにね全て風さんの言いたいことが集約されてますよね。つまりね、死ぬ時のことを考えるとどう生きていけばいいかが分かるんですね。常にね、死のことを忘れずにねって言ってもね、暗くなるんじゃなくてね、今日一日を大切に生きようねっていうことなんですね。だから死ぬのをねむやみに怖がらないでね、むしろ死ぬのが楽しみぐらいでね、そこまで行くの難しいでしょうけど、亡くなった人はね、この大きな一つの中に、大きな一つの中に一緒にいるんですよ。だから大丈夫なんですね。というわけで長くなりましたので、今日はこのメメントモリで今日は終わることにします。はい。長い間ありがとうございました。またよろしくお願いします。さよなら。ありがとうございました。